ゼンハイザーのモメンタムワイヤレス3また壊れました。1年半で2回目です。2回目の故障依頼の結果を前回の修理依頼の動画に追加する形で動画を作成しました。私の作成した修理依頼の動画はおかげさまでいろいろなコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。まあそれだけ困っている人がたくさんいるということですね。コメントの中で質問されたり、もっとこういう情報が欲しいと言われたものをコメントの回答として動画に追加しました。ある意味これが修理依頼の完成形の動画になります。また2回目のモメンタムトゥルーワイヤレス3の修理依頼の結果がどうなったのか、そこが気になる方もいらっしゃいますよね。そこも追加させていただきました。最後まで見ていただければ1回目2回目の修理依頼のプロセスを確認できます。皆さんこんにちは、 J カムです。5月に購入して大変満足しているゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス3。9月末に左イヤホンが全く聞こえなくなり修理に出すことになりました。この2週間の私の苦労話を共有します。Amazon でゼンハイザー製品を購入した人やゼンハイザー製品が故障して修理を考えている人に分かりづらい修理依頼までの流れを紹介します。解決までのプロセスを共有することで同じように困った人の助けになれば幸いです。9月末、初めてイヤホンの充電が 10% まで下がったので満充電したら左イヤホンから音が聞こえなくなりました。しかも左のイヤホンのタッチ機能も反応しません。左のイヤホンは1タッチ、2タッチ、3タッチ、そしてホールドといろいろな機能があります。左のイヤホンの同時ホールドでペアリングを行ったりします。イヤホンには光る部分があり、青、赤の点滅具合でどのような状況かがわかります。動画では赤と青の点滅を繰り返していますよね。故障時は赤色が点滅していました。まずはゼンハイザーの説明書をネットからダウンロードして状況を確認します。まずイヤホンの赤色の点滅がどのような状態かを確認しました。故障時は赤色に素早く点灯した状態でした。これは Bluetooth 接続ができていない、または左右のイヤホンが接続されていない状態を示すものです。不具合現象と合致したので左のイヤホンに何かが起きたんだろうなと思いました。2回目もやはり左イヤホンが故障しました。しかし1回目の故障と違う点があります。右イヤホンを見てほしいんですけども、青く点灯してますよね。右イヤホンとしては左イヤホンと正常にペアリングしていると思っています。しかし左イヤホンは点灯しませんし、全くタッチしても反応しません。なんと説明書に記載の不具合状態のどれとも一致しない不具合でした。故障かどうかの確認のためにまずは初期化をしてみました。左右のイヤホンの長押しはそもそも左のイヤホンが反応しないので初期化できません。そのためアプリ機能で初期化をしました。アプリ機能の設定から出荷時リセットを選び初期化を実施します。しかし初期化できましたが不具合現象は変わりませんでした。次に一度イヤホンの充電を 0% にして充電をし直してみました。そこであることに気づきました。イヤホンが 100% の充電状態にならなかったのです。もし左右のイヤホンが満充電されたらボックスが青色に点灯するはずです。しかしいくら充電してもオレンジ色の点滅でした。これはまだ充電中という状態を表しています。左のイヤホンが充電すら受け付けない状態だと分かったので修理が必要なんだなぁと思いました。ここからが思いのほか苦労の連続だったので順番に説明しますね。最初もう故障かよと思いましたが楽観視していました。理由はモメンタムトゥルーワイヤレス3を Amazon で購入するときにやはり高かったので万が一を考慮してオーディオヘッドホン5年長期契約に入っていたからです。すぐに使うことになるとは思っていませんでしたが、やはり長期保証に入っていてよかったなと思いました。早速使おうと思って内容を確認してみると落とし穴がありました。なんとこの5年保証はメーカーの保証期間を過ぎてから使えるものだったのです。ゼンハイザー製品の保証は2年間。そのためゼンハイザーに修理依頼をしなければいけませんでした。ここからだんだんと雲行きが怪しくなります。インターネットでゼンハイザーの修理を検索しても修理した人の意見を見つけることができませんでした。しょうがなくゼンハイザーのホームページに行くとメールで対応する必要がありました。このホームページの修理のところに行ってメールを送ったのですが2回送ってもなしのつぶて、1週間待ちましたが何も返答すらありませんでした。まずここで1回目のゼンハイザーマジかよ頼むよという気持ちになりました。普通電話対応があるよなと思い調査すると、なんと数年前に電話対応をやめていることが分かりました。ここで2回目のゼンハイザーマジかよ頼むよです。完全に行き詰まったのですが、ここでインターネットをよくよく見るとゼンハイザーのホームページが2個あることに気づきました。
あれこれ偽サイトかなと疑いながら確認すると、なんともう1個日本用のホームページがあるということが分かりました。ここで3回目のゼンハイザーマジかよ頼むよです。ホームページを見ると、この住所に送れば保証期間内だったら10日ぐらいで修理されるということで、梱包して送ることにしました。注意点は保証期間内であること、購入履歴の同封や故障状況記載、個人情報の記載をすることです。ここでコメントの多かった修理依頼時に提出する資料について説明します。Amazon なら注文履歴から請求書のダウンロードをします。そうすると動画のようなインボイスが表示されます。このインボイスには黒塗りのところに購入者、住所が書かれているので、これを使用します。まずはこのインボイスを印刷してください。動画のように印刷したインボイスを手元に置いてください。2回目の修理依頼時、私も自分の動画を見ました。先ほどのインボイスの空いてるスペースに故障状況を記載します。インボイスに名前と住所は記載しているので、残りの電話番号、メールアドレスを空いているスペースに記載しておきます。急いで書いたので字が汚いですね。ちょっと恥ずかしい。次にコメントの多かったのが Amazon 以外はどうしたらいいのでしょうかという質問です。ゼンハイザージャパンのホームページに正規店販売店はこちらというリンクがあります。この正規店一覧を見てもらい、正規店一覧に載っている店で購入した人なら保証期間内であれば無料で修理してもらえると思います。もう一個質問が多かったのが修理依頼品の送り方です。私は郵便で送りました。私が動画で紹介している住所を記載します。そして購入した箱にモメンタムトゥルーワイヤー3を入れます。そして次に入れるのが故障状況を記載したインボイスですね。コメントの質問でありましたが、私は付属品は入れていないです。インボイスを箱の中に入れます。あとはこの箱を郵便局に持っていくだけですね。私は別途段ボールを用意して、この段ボールの中に先ほどのモメンタムトゥルーワイヤー3の箱を入れています。これで準備は完了です。そうしてからこの時点で1週間、ゼンハイザー。ここから不安な日々が続きました。普通荷物届いたら届きましたとか修理を開始しますとかメールくれますよね。なんとゼンハイザー何のメールも来ませんでした。まず届いているか、ちゃんと修理してもらえるのか不安になりますよね。しかしここまで来るともう36,000円が無駄になってもしょうがないな。今後はアフターサービスで電話対応がないメーカーは購入しないぞという気持ちになっていました。それから10日ぐらいすると急に荷物が届きました。なんとゼンハイザーから荷物が届いたのです。開封してみるとびっくり。なんと新品が送られてきました。多分初期ロットの不具合で修理不可能となり、新品を届けるという結論になったのだと思います。新品ですよ。ラッキーですね。結果的に新品を使えるようになったということで良かったです。ボックスの表面を汚していたので一石二鳥になりました。分かってしまえばそのような修理フローかとなりますが、ゼンハイザーはツーウェイコミュニケーションをする会社ではないということが分かりました。日本のサービスに慣れている人は不安になったり途中で諦める人が出てくるかもしれません。今回の動画が同じように困っている人の助けになれば幸いです。前回は10日ほどでしたが、今回は3週間経ってようやくゼンハイザーから商品が届きました。結局2回目の故障も1回目と同様新品になって帰ってきました。前回と違う点が何点かありました。まず1点目は箱の形状が変わりましたね。なんか少し安っぽくなったのかな。そしてもう1個、前回箱を開けるとこういう形でこのようなカバーがついてたんですけども、今回は何もついていませんでした。とりあえず新品になって戻ってきてよかったのですが、実はこの期間中に旅行に行きました。その時にこのイヤホンがなくて不便だったんですよね。もう2日ほど早くゼンハイザーが届いてたら旅行に間に合ったのに。もったいない。これからまた新品生活始まりです。綺麗になってよかったんですけどね。またゼンハイザーライフを再開したいと思います。私はフォレスターの動画やスノーボードの動画、またキャンプの動画を撮っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。また今回2回目のモメンタムトゥルーワイヤー3の修理動画になりました。こちらの方も皆さんのいろいろなコメントをお待ちしています。
同じように苦しんでいる人を助けるようなコメントをお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いいたします。